おっはようございまーす。私たちは、極端に日照時間が短く、どんより雲が美しい、スコットランドにいまーす。で、元気を出していかないと、ちょっときついです。まだ少し、前日の疲れが残ってるかな？あと、寒いね。T ちゃんは、イギリスに着くまでずっと、半袖だったもんね。建物の中や、乗り物に乗っちゃえば、あったかいんだけど、さすがにイギリス北部を半袖で歩くのは、限界になってきました。なのでしばらく、衣装チェンジをします。その気持ち、よくわかります。スコットランドって、緯度は、北欧のデンマークよりも北なんですよ。そういえば愛さんは、真冬の北極圏の街を、夏の服装で歩いて、道行く人に、驚愕の目で見られたもんな。正確には、歩かされた、でしょう。いろんな意味でだいぶきつかったんですよあれ。前回、ユーロスターで、ロンドンに到着した私たちは、さらに、5時間ほど列車に乗り、スコットランドの、グラスゴーまで移動してまいりました。ここの様子も、お伝えしたかったのですが、空は夕方を過ぎて、完全に日没後、窓は真っ暗で、外の景色がほとんど見えません。その上、乗車したのは午後5時半にロンドンを出発する列車です。おまけに、日曜日の夕刻だったこともあって、車内がとても混雑していました。車窓も車内も、満足に紹介できない状態でしたので、翌日朝のグラスゴーから、改めて仕切り直しをさせていただきます。そもそも、ロンドン発の特急に乗る頃には、みんな疲れ果てて、取材どころじゃなかったもんな。その列車も、途中駅での接続待ち、信号待ちで、少しずつ遅れていき、最終的に終着駅グラスゴーの到着は、30分遅れの、午後11時だった。久しぶりにイギリスに来た感激は、移動の疲れですっかり薄れ、全員、すごい顔で、列車を降りたことだけを覚えている。どれぐらいかっていうと、べっちゃんのような顔でした。それはひどい。おい。大変だったな。お疲れ様でした。なお、ロンドンからグラスゴーまで走る鉄道の話は、後日特集するから、期待しないで待ってるのよ。というより、今回も一部これですよね。そういえばそうだな。私たちがスコットランドを訪れたのは、11月の終わりから12月の初めにかけてです。ちょうど、クリスマスシーズンが始まった頃で、各町で大小様々なクリスマスマーケットを見ることができました。滞在拠点のグラスゴーでは、2カ所あるターミナル駅のすぐ近くに大きなマーケットがそれぞれ開催されています。夜になると、プロジェクションマッピングが映し出され、ひときわ幻想的な光景を描き出していたのは、グラスゴーの市庁舎です。ルネッサンス様式で建てられたこの建物は、1888年に完成した街のシンボル的存在です。内部は、大理石の階段や、美しい装飾が施された天井があり、映画の撮影にも使われました。そんな、市庁舎に面した広場では、グラスゴーで最も大きなクリスマスマーケットが、毎年開かれていて、どの時間でも大勢の人で賑わいます。食べ物の屋台や、クリスマスの飾りを売るお店のみならず、観覧車やスリリングな絶叫マシンなど、移動式の遊園地を備えた、規模の大きなものでした。この絶叫マシンは、通るたびに、T ちゃんが乗りたそうにしていましたね。してない。金助が列に並ぼうとしたら、ひときわ嬉しそうにしてたな。半泣きになってたでしょ。二人とも、いい加減にしてください。姉さんが嫌がってるでしょ。あ、愛ちゃん。すんません。お姉ちゃんのこと、いじりすぎた。私じゃなくて、姉さんに謝ってください。それから、アトラクションのチケットを4人分買ってきましたから、全員で仲良く乗りましょう。みんな、嫌いだ。こうした絶叫マシンや観覧車は、すべて仮設のアトラクションだ。支柱を見ると、油圧シリンダーがあり、コンパクトに折りたためる仕組みになっていた。クリスマスマーケットの開催が終わると、解体して、また別の場所へ輸送するためだ。ゆっくりさん、その情報、いる？実に面白いだろ。あと支柱に組み込まれる、ゴンドラの駆動装置も、片側にしかないシンプルな構造だ。日本にある、常設の観覧車とは、全然仕組みが違ってたな。その情報、いる？こうした、
クリスマスマーケットで賑わう市庁舎のすぐ近くに、大きな新しい建物が完成していました。それが、グラスゴーのターミナル、クイーンストリート駅です。駅自体は、19世紀中頃から開業している、とても古い駅なのですが、2017年から大規模な改装工事に着手していました。乗り場では、ホームが伸ばされて、長い編成にも対応。列車たちの前にある改札口は、自動改札機が増設され、増え続ける需要に応える構造になっていました。さらに、中央改札前の駅舎が取り壊され、直線基調で、明るいガラス張りの建物へと大きく変化しています。また、ここを発着する列車たちにも、以前と比べて変わったところがありました。グラスゴー、クイーンストリート駅に出入りする主力車両は、日立製の通勤電車、クラス385型です。スコットランドの首都、エディンバラの間を走る、速達タイプの快速列車を受け持ち、朝から夜まで15分間隔で駅を出発します。グラスゴーからエディンバラまで、およそ75キロの所要時間は、45分から50分です。クイーンストリート駅構内で、いくつもの編成が、日立製のモーター音を響かせながら、頻繁に出発と到着を繰り返しています。そして、最も速度を出す区間では、時速100マイル、160キロで回走していました。この電車は、3両編成と、4両編成の2種類が製造されています。登場直後の頃は、この2種類を1編成ずつ連結した7両編成が、グラスゴー、エディンバラ間快速の構成でした。しかし需要がそれでも追いつかないためか、2023年に訪れた時は、4両編成を2本つなげた8両編成での運転になっていたのが、最初に気がついた変化です。それとともに、車両そのものの内外にも、若干の改良が加えられています。この電車は、前後の先頭車両に、それぞれ異なる、特別な設備が設けられる構造です。片側の先頭は、ベビーカーや車椅子に対応した、バリアフリー設備。反対側は、自転車置き場が設置されています。そのうち、バリアフリー設備がある車両には、窓の周りやドア上に水色の囲いとラインを追加。自転車置き場が設けられた区画には、緑色で、同様の案内が付けてあります。こうすることで、お客さんが適した設備のある車両を、ホームから見つけやすくしていました。それから、クラス385型で運転する都市間快速は、2018年の登場直後、走行中に車内販売が実施されていました。一等席では無料で紅茶、またはコーヒーが提供されるという、快速列車とは思えない豪華な車内サービスまであったんです。2019年の時点で、この飲み物のサービスは、全席有料に変わってましたが、2023年に再び訪れた時には、車内販売そのものがなくなっていました。この電車の普通席は、常に混雑している上に、途中の駅でも、大勢のお客さんが乗り降りします。7両編成での運転を、8両に増やすぐらいですので、車内販売のカートが、各車両を回りきれません。それどころか、時には乗降の妨げにもなってしまうので、車内販売を廃止したのでしょう。その上、クラス385型の、速達快速が受け持つ、グラスゴーやエディンバラは、共に大きな都市です。駅や周辺に、お店が充実していますし、乗車時間は、最も長くても、50分程度です。そのせいで、あまり利用される環境でなかったのも、車内販売がなくなってしまった一因と思われます。それではこの辺りで、イギリスの列車に、再び乗ることにしましょう。久しぶりのイギリス探訪は、グラスゴーからロンドン行きの列車に乗り、イングランド中部を目指します。ロンドン方面の列車は、改装工事が終わったクイーンストリート駅ではなく、南西に500メートル離れた、グラスゴー、セントラル駅を出発します。ここは、1879年に開業した駅で、グラスゴーから南の地域への路線を受け持ちます。スコットランドからロンドンまでの路線の距離は、だいたい640キロ前後。東西2つの都市から、ブリテン島の海岸沿いを通る、2つの路線を異なる鉄道会社が担当しています。そのうち、西のグラスゴーを発着するのは、アバンティ・ウエストコーストです。イタリアの大手鉄道会社、トレニタリアが経営に参加している運行会社で、
リバプールやマンチェスターなど、イギリス西部の都市を中心に広いネットワークを受け持ちます。グラスゴーからは、車体傾斜装置を備えた高速特急、ペンドリーノが、ロンドンまでを走行。カーブの多い路線をものともせず、最高時速200キロで、ブリテン島の西海岸を駆け抜けます。私たちも、前の日に、このペンドリーノ君に乗って、グラスゴーまでたどり着きました。ですが、1日1往復だけ、異色の列車が、グラスゴーに乗り入れてるんです。グラスゴー中央駅は、正面改札向かって左側の、1、2番ホームが、長い編成に対応している。普段なら、11両、もしくは9両編成の、振り越式特急、ペンドリーノが到着するホームだ。またかつては、イギリス国鉄における、高速化の切り札と期待されていた、先進旅客列車、APT も、同じ場所からロンドンを目指していた。彼らは、イギリス西部の幹線を通り、ロンドンへ向かう列車たちである。しかし今日、私たちが特集するのは、その反対。普段はブリテン島の東側を走る列車に乗車する。それは、ロンドンノースイースタン鉄道の、あずまこと、皆様の、はっちゃんでございます。皆様のあの親バカがそう言えってうるさいんだよ。ロンドンノースイースタン鉄道は、名前が表す通り、イングランドやスコットランドの東部地域で特急列車を受け持つ会社だ。ロンドンからは、北東方面に路線が伸びることから、京都の博物館の展示では、ロンドン、北東鉄道と書かれるくらいです。だがこの、東の鉄道会社の列車が、夜遅くと早朝に、西の都市、グラスゴーにも顔を出すのだ。時刻は朝の6時半過ぎ。歴代の高速特急が発着していたホームに向かうと、白い車体に赤いラインの日立製車両、あずまが佇んでいた。グラスゴーを発着するあずまは、ディーゼル発電機を搭載した、クラス800型ではなく、電角管専用のクラス801型が使われます。始発から終点のロンドンまで電線架線の下を走るので、非電角管用の機能がいらないんです。グラスゴー発ロンドン行きのあずまが発車するのは、早朝の6時48分、まだ辺りが暗く、人も列車もまばらな駅を静かに出発しました。始発の駅を発車した段階では、車内に空席が目立ちますが、予約状況はほぼ満席です。座席上の予約表示装置は、空席を示す緑のランプが全くありません。すでに予約済み、またはこの先の駅で、事前予約をした人が乗車することを表す、オレンジ色のランプばかりが灯っています。座席予約をしていなかった私たちにとっては予想外の出来事で、座っていい席を探すのに一苦労でした。グラスゴーを出発したあずまは、最初に東の都市を目指します。そして1時間後にスコットランドの首都エディンバラに到着した後、南に進路を変えて、東海岸本線をひたすら南下。最終的に、ロンドンへたどり着きます。終点までは、700キロ以上になる、長距離運用です。けれど、以前特集した、最速特急の、フライングスコッツマンと違い、途中停車駅は多い運用です。特に、2時間半後に到着する、ニューカッスルから南は、およそ20分ごとに、駅に止まるダイヤが組まれ、30分以上走り続ける区間は、1駅しかありません。そのため、終点、ロンドンの到着は、お昼過ぎの12時39分。実に、6時間近く走り続けます。列車は現在、スコットランド東部のエディンバラに向かっています。グラスゴーとエディンバラの間の鉄道路線はいくつかの系統があり、このうちあずまは南側の線路を走ります。クラス385型で運転する速達タイプの快速列車とは、また違う線路を走行しているんです。いくつかある東西横断路線のうち、最も速いのが、その速達快速が走る北のルートです。地図上では、北側に大きく遠回りしていますが、線路が直線上で、時速160キロで走れる区間もありますから、所要時間は見た目ほど長くありません。快速列車は途中の停車駅が最大5つもあるのにもかかわらず、50分でエディンバラに到着できてしまいます。この時、進行方向左側の窓を見ていると、一瞬だけ北のフォース湾にかかる鉄骨の橋梁、フ
フォース鉄道橋を見ることができます。一方、東が走る線路は、カーブが多いせいで、速度を上げられません。この影響を受けて、途中停車駅は、わずか2カ所ながら、所要時間は、1時間以上かかります。これらの線路は、エディンバラの隣にある、ヘイマーケット駅で合流。トンネルを通った先にあるターミナル、エディンバラ、ウェイバリー駅へと続いていきます。東が所属する、ロンドン、ノースイースタン鉄道は、スコットランドのエディンバラから先に、4つの行き先があります。今回特集している西部の都市、グラスゴーへの路線の他には、北海油田の開発拠点として栄えた、アバディーンと、北スコットランドで最も大きい都市、インバネス。それから、フォース湾の奥に位置する、スターリングの4カ所にネットワークを広げます。このうち、グラスゴーとスターリングは、路線が全線電化されていることから、電車タイプのグラス801型が使われます。一方、残る2つの行き先は、電化されていない区間を走ります。そのため、ディーゼル発電機を搭載した、グラス800型のみで担当する路線です。アバディーン駅ですと、エディンバラの隣にある、ヘイマーケットで、発電用のエンジンを始動。ディーゼルモードで、世界遺産のフォース鉄橋を渡っていきます。グラス800型、801型がデビューする前は、インバネスとアバディーン系統を、ディーゼル特急の HST が担当。グラスゴー駅は、電気機関車タイプのインターシティ225が割り当てられていました。私たちが最後にイギリスを訪れた2019年12月は、ちょうど車両の世代交代の真っ最中だったよな。グラス800系統が州ごとに増備され、代わりに HST たちが引退していった。特にスコットランドの北部とロンドンを結ぶ長距離路線で HST の運用離脱が相次いでいたことから、北の地域の鉄道ファンがエディンバラ駅に集まり、最後の勇姿をカメラに収めていた。実は私たちもスコットランドを去るとき、せっかくなのでアバディーンからやってくる HST に乗ることにしていた。エディンバラからロンドンまでは4時間30分。残されたわずかな時間を、長年イギリスの鉄道を支えた、名車で過ごす予定だった。しかし、車内でどうしても我慢できないことが起こり、途中の駅で荷物をまとめ、下車してしまっていた。それは何かというと、車内がめちゃくちゃ寒いのだ。思い出しました。客席が寒すぎて、私は熱っぽくなっちゃってたんでした。コートを着てても、温かいコーヒーをいただいても、ひたすら寒かったよね。なぜなら HST 君は、ものすごく風通しがいい構造なんです。他の国の高速列車と違い、車体は、気密構造なんていうものが皆無。車両間の通路は隙間があって、光が漏れてますし、出入り口の窓が大きく開く仕組みです。しかも、客室との仕切り扉も、空気を通す構造なので、冷たい空気が客室に容赦なく流れ込むんですよ。おまけに季節は12月。そんな中、えっちゃんは時速200キロで、北海に面した海岸沿いを、お構いなしに爆走します。こうした条件が重なり、スコットランドや北イングランドの凍てつく空気を、ガンガン室内に送り込んでいたのでした。さらにダメ押しに、私たちが乗った日は、4往復あったアバディーン線の最終運用日。お別れ乗車をする鉄道ファンも多く、各車両の様子や、デッキからの景色を記録する人が、少なくありませんでした。したがって、車内を歩くお客さんが、いつも以上に多かったので、客席との仕切り扉が頻繁に開き、スコットランドの冷たい風が大量に流れ込んでいたのです。HST のやつは、性格は暑苦しいのに、客室は連発する親父ギャグのように寒かったよな。一応、車内に暖房があるはずなのですけど、全く効果はありません。それでも最初のうちはなんとか、HST 君と過ごす最後の機会だと、気合で耐えていました。けれど、これ以上冷たい空気の中で過ごしていると、風邪をひいてしまいそうだったので、途中のダーリントンでリタイア。後続列車のニコちゃん、インターシティ225に乗り換えて、ロンドンへ戻ったのでした。インターシティ225に使われる客車は、デッキからの風の吹き込み対策が施された、とウィキペディアに書いてあるが、
あれの意味が、身に染みて理解できたよな。密閉式のドアと、改良されたホロの恩恵はすごいと思った。余談ですが、この時は後日、改めて HST 君のお別れ乗車にチャレンジしましたが、やはり客室が寒すぎて、1時間で断念しています。イギリスって、雪はあまり降らないんですけど、気温はそれなりに低いんですよ。半袖で真冬の北極圏に行った。愛さんですら寒いって、相当なもんだぞ。その点、はっちゃんはデッキでも暖かく、車内から凍りついたスコットランド、そしてイングランドの大地を眺められます。いい時代になりました。気がつけば、少しずつ夜が明けてきて、私たちの乗る列車では、車窓を楽しめる時間になってきました。ここからは、4年前にえっちゃんに乗りながら通った海岸沿いの路線を、南に向かって走ります。その景色と様子は、次回、詳しくお話ししたいと思います。ではでは、ここまでご覧くださり、ありがとうございました。